こんにちは、リーマンマ X です。今回は子連れで行く九州の大自然を満喫できるおすすめスポット3選をご紹介したいと思います。ちなみにピンポイントで見たいスポットがある方は、動画説明欄の目次の時間をクリックしてもらえば、そこに飛べますので、ぜひご活用ください。さて、まずなんで九州が子連れ旅行におすすめかということなんですけど、九州って大自然の壮大さを間近に感じられる大自然の宝庫なんです。で、代表的なもので言うと、活火山である桜島とか、阿蘇のカルデラとか、霧島の国立公園とか、山と海が混じり合うようなリアス式海岸とか、海から山まで大自然のダイナミックさを体感できる場所がたくさんあるんです。しかもそれらが割とコンパクトにまとまっているので、レンタカーを借りてぐるっと見て回れちゃうんです。あと、もちろん海の幸、山の幸といった食材の宝庫でもあります。我が家も1週間くらいかけてレンタカーで北から南まで縦断したんですけど、大自然の中をドライブして美味しいものを食べて大冒険をしているようで、大人も子供もとても楽しかったです。ということで、九州は本当にたくさんの魅力的なスポットがあるとは思うんですけど、今回は子連れでも楽しめる大自然を満喫できるスポットに絞って、中でも特におすすめなスポットを3つ厳選してご紹介したいと思います。まず1つ目にご紹介するのは、長崎県の島鉄フェリーです。おすすめスポットって言っといて、フェリーっておかしくないというごもっともなツッコミは、ちょっと置いといて、このフェリー本当に楽しいんですよ。で、場所は長崎県の雲仙から天草に渡れるここですね。で、ここがまずおすすめなポイントその1なんですけど、このフェリーは車も一緒に乗せられるので、雲仙岳をドライブした後、そのまま車でこの島鉄フェリーに乗って、この天草の島と森と海が織りなす絶景の中をドライブできちゃうという、とっても贅沢な大自然満喫コースなんです。で、船はこんな感じですね。こんな感じで車で乗り込むので、子連れで荷物が爆発していても大丈夫です。とっても楽ちんです。乗船後は車から降りて、デッキに席が用意されているので、そこで風を感じながらまったり過ごせました。もちろん室内にも席がたくさんあるので、雨の日でも安心です。景色もすごくいいんですよ。もちろん海もすごく穏やかで綺麗なんですけど、ずっと島々が横目に見えていて、景色が変化するので退屈しません。で、航路は30分ぐらいとちょうどいい長さなので、子供が飽きてぐずったりすることもなく、とっても楽しいフェリー体験ができました。続いて2つ目のおすすめスポットは、宮崎県の高千穂牧場です。で、こちらは高千穂の峰という日本200名山の一つである火山のふもとにある牧場です。夏はこんな感じでひまわり畑が広がっています。でもこれほんの入り口なんですよ。とにかく広大でびっくりします。少し進むとこんな可愛いゲームコーナーがあって、子供は多分ここに一日中いられますね。で、綺麗に整備された牧草エリアがもう無限に広がっています。ここでゴロゴロして一日過ごすのも最高ですよね。
あとしっかりとしたフードコートとかカフェとか売店もあるので、お腹が空いても安心です。ソフトクリームと牛乳がとっても美味しかったです。で、一番のおすすめポイントは羊さんたちとタダで触れ合えることです。他にも牛の乳搾り体験とかポニーの乗馬体験とか様々な動物触れ合い体験ができるみたいなんですけど、うちの息子は羊さんにメロメロでしばらく抱きついていました。最後に3つ目のおすすめスポットは鹿児島県の星野リゾート界霧島です。皆さん大好き星野リゾートなんですけど、こちらの界霧島はなんと数少ない国立公園の中にあるリゾートなんです。なので第一に部屋からの眺めが最高なんです。国立公園の壮大な山々を一望できますし、遠くには桜島も拝めるんです。こんな感じで部屋のお風呂からの景色も最高です。あと運が良ければ鹿さんたちにも出会えます。あまりにもタイミングのいい登場に、庭で鹿を飼ってるんですかと聞いたところ、ここは庭ではなくて国立公園なので、彼らは野生の鹿です。我々が動物たちの住処にお邪魔させてもらってるんですよと素敵なご回答をいただきました。で、このような眺めが抜群のテラスもあって、夏だったのでそこでかき氷をいただきました。で、食事はさすが星野リゾートさんといった感じで、見た目も味もアートな素晴らしいお食事をいただきました。そして夜は天孫降臨演舞という演舞を間近で見ることができます。この壮大な太鼓の演奏の中、息子寝ました。このように一流のサービスを受けられる上に、外を見れば国立公園の大自然が広がるという、なかなか体験しがたい素晴らしいスポットでした。はい、このように今回は子連れで行く九州の大自然を満喫できるおすすめスポット3選という形で動画にしてみました。皆さんの次回の旅の参考になれば嬉しいです。高評価やチャンネルのフォローなどもしていただけるととても励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた。